はい、放課後ゼミです。ということで今回はね、こちらですね、藤川さんの、お金をかけないアンチエイジング、若さを保つ栄養メソッドというね、こういったテキストが終わりました。はい。で、今回はですね、僕の放課後ゼミ2つ作りたいと思います。で、1つはですね、こちらのね、テキストで紹介されていた商品を、今回ね、中心にお話ししたいと思います。で、もう1つね、放課後ゼミを作って、それはね、このテキストを読んで私が感じたこと、考えたことね、そういったことをお話ししようと思います。はい。ということでね、今回は、このね、テキストの中で紹介されていた商品ね、こちらをね、3つ紹介したいと思います。で、それはですね、まずね、最初に言っちゃうと、1つはヌチマース。ここにね、ちょっと出てるんでわかると思うんですけれども、1つはヌチマース。で、2つ目がマグネシウムですね。で、3つ目がですね、ちょっとね、特殊なサプリで、ピクノジェノールっていうね、サプリメントがあるので、そのね、紹介をしたいと思います。はい。ということでね、早速いきましょう。まず1つ目ですね。1つ目はヌチマースですね。で、これはね、僕もね、過去に紹介したことあるんですけれども、こちらになりますよね。はい、ヌチマースですね。はい。こちらになります。で、これはですね、ボトルタイプもあって、こちらをね、普段使用してるんですけれども、こういったね、ボトルタイプで、ありますね。はい。で、これで僕は大体ですね、料理とかにね、主に使うんですけれども、僕はもう塩と言ったらもうこれしか使ってないですね。そう。なのでね、もうマグネシウムはもう僕はヌチマースということで、皆さんにもね、このヌチマースをお勧めしてるんですけれども、このね、藤川さんのテキストの中でね、このヌチマースはどういうふうに言われているかというと、マグネシウムとカリウムのね、この量を基準にしたときに、世界一の、塩がこのヌチマースであるということね。で、世界2位がですね、雪塩というね、こういった塩なんですけれども、これいずれも沖縄の塩なんですね。で、このね、沖縄の塩。なので、塩を取るんだったら、このヌチマースもしくは雪塩ね。そういった、いわゆる生成されていない方の塩ですね。これをね、皆さん取っていただきたいと思います。で、今言ったように僕はね、これ以外はね、もう使っていないので、特にですね、あれですよ、ナトリウムだけのね、食塩ですね。こちらはもう捨てていただいて、こちらのね、こういったヌチマースとかの生成されていない方の塩ですね。これにね、もう皆さん切り替えていただきたいと思います。で、これね、ちなみにね、このテキストのね、中で藤川さんが今言われていたんですけれども、運動で汗をかいた時にはですね、この体内のミネラルがね、失われてしまうので、お水にヌチマースを溶かしてね、で、ミネラルを補給するっていうね、そういった人もいるということで、僕はね、こちらは主にね、料理の時に使う塩ね、そういった形で、あるいは、ゆで卵にね、つける塩としてね、このヌチマースを使っているんですけれども、これお水に溶かしてですね、水分補給、ミネラル補給としてね、このヌチマースを使うというね、これもありかなと思いますね。そう。なので、特に高齢者であるとかね、あるいは運動をして汗をかく人だとか、あるいはもともと汗っかきの人ね、そういった方はお水にね、このヌチマースを入れて飲むというね、そういった使い方をしてもいいんじゃないかなということを思います。はい。で、ちなみにですね、このね、ヌチマースっていうのはですね、このね、塩の、これ何かというと、正塩法をね、発明したっていうことなんですけれども、この正塩法をですね、発明したね、方のね、本、これね、授業でも紹介しましたけれども、高安正勝さんね、この方の書かれたヌチマースの力というね、こういった本があるんですね。で、これもね、僕めちゃくちゃ面白くてですね、なのでこれもね、皆さんにお勧めしたいんですけれども、で、これもね、前の動画でね、お話ししたんですけれども、僕がね、このテキストを使ってリアルゼミで一回お話ししたことがあるんですね。で、そのタイトルが、こちらのね、ものになりますけれども、生命とオイムズってね。で、このオイムズって何かっていうとね、これ、オーシャンアイオナイズドミネラルズっていうことで、この帯にも書いてあるんですけれども、イオン化されたミネラルのことなんですね。ミネラル群だから複数形で S がついてオイムズっていうことなんだけれども、で、これはね、結局は人にはね、オイムズが必要です。つまりミネラルが必要ですっていうね、そういったことなんですけれども、それをね、扱ったね、僕の動画がありますので、もしよかったらね、こちらの動画もご覧いただければと思います。はい。ということでね、この動画と合わせてこちらのテキストね、これも読んで、知識をね、深めてもらって、理解を深めてもらった上でね、こちらのヌチマースですね、これを取っていただきたいと思います。はい。ということでね、以上がヌチマースのお話になります。で、二つ目行きましょう。二つ目はね、今回のね、メインテーマと言っても過言ではないんですが、マグネシウムですね。そう。で、このね、マグネシウムはね、僕もね、実践しているので、僕が実践しているね、マグネシウムをちょっと紹介したいんですけれども、まずはサプリメントですね。
で、このサプリメントはですね、藤川さんがね、こちらのテキストで何種類かね、挙げられていたんですけれども、例えば代表的なところでいくと、グリシン酸マグネシウムですね。で、これはお腹が緩くなりにくいということで、これはね、藤川さんがね、使われているマグネシウムだそうです。で、僕はね、これを使ってないんで、今回ね、紹介できないんですけれども、僕が使っているのはですね、今2種類ですね。で、こちらをね、紹介したいんですけれども、なので、まず1つ目はですね、クエン酸マグネシウムです。で、これはですね、こちらですね、こちら、ナウフーズのクエン酸マグネシウムですね。で、これはですね、以前僕がね、紹介したと思うんですけれども、もう一回ね、ちょっとカプセルをお見せしますと、こういったね、これはね、カプセルですね。カプセル状の、ちょっと大きいんですけれども、こういったね、カプセル。だからこれは、ビタミン C のね、カプセルが大きいんですけれども、あれと同じサイズですね。そう、なのでちょっとね、最初にね、これ飲む人はちょっと飲みにくいなって、大きすぎてね、サイズが大きいんでちょっと飲みにくいなと思うかもしれませんが、これですね。で、このクエン酸マグネシウムは3粒で 400mg ね。僕、この前のね、新型コロナは CDI で克服できるの、放課後ゼミでね、サプリメントの種類と価格のお話ししましたけれども、あそこで僕間違えちゃったんですよ。僕間違えてこれ1粒が 400mg だと思っていて、つまりこれ1粒で 400mg 取れてるなっていうふうに思ってたんで、僕1粒しか飲んでなかったんですよ。だけど、これ裏のとこよく見たらね、これちょっと間違いやすいんですよね。もちろんここ英語で書かれてるんですけれども、わかるこの、ここにね、3ベグって書いてありますよね。そう。なので、3ベグカプセルズって書いてあるんで、3カプセルでこの 400mg っていうことなんですよ。ここにね、400mg と。そう。なので、これちょっと間違いやすいですよね。なので、これ1粒あたりに換算すると、だいたい 133mg ですか。だいたいそのぐらいですよね。そう。なのでね、ちょっと僕はね、それで間違ってたなと思って、それから3粒飲むようにしたんですよ。そう。つまり、それでだいたい 400mg ね、取れるようになってきたなということで、そのぐらいね、取るようにしたんですね。で、そうしたらですね、もともとね、マグネシウムを取るようになってから、僕がね、出ていた症状でこむら返りっていうのがあるんですけれども、つまり足がつるっていうね、あれがなくなってはいたんですけれども、なんとなくつりそうだなっていう予兆はなんか感じる瞬間っていうのがそれまであったんですよ。で、それからね、この3粒取るようになってからはですね、そういった予兆もほとんど感じなくなってきましたね。だからこの、こむら返りにはならないんだけど、足がつるってことはならないんだけれども、ちょっとつりそうだなっていう感覚もだんだん少なくなってきたっていうかね、そういったことは感じますね。ということでね、ちょっとね、その含有量もね、ちょっと訂正して押さえておきたいんですけれども、ちなみにこのね、ナウフーズね、僕が大体使用しているこのナウフーズのメーカーの、このね、クエン酸マグネシウムは240粒でね、2274円ですね。で、これだとですね、大体80日ぐらい持つということで、なので2ヶ月と、あと20日間ですね。2ヶ月と20日間持ちます。で、これをね、1月あたりに計算すると、855円になって、1日あたりだと大体 28.5 円ですね。なので、3粒で、これ最低の 400mg ね、を取るんだったら大体3粒で 28.5 円。毎日ね。ということになります。で、このですね、これもね、結構ね、やっぱ人気ですぐ売り切れになっちゃうんですよ。で、この半分のサイズね、これ240粒なんだけど、半分の120粒サイズっていうのがあって、で、これもね、ちょっとなくなっちゃったんで、こっちをね、買ったんですけれども、これ同じやつの小型版ね、つまり入っている、その粒のね、数が、こっちが240で、こっちが120なんですよ。つまり半分ね。で、こっちはですね、こっちもね、3粒で 400mg ということで、大きさも変わらないです。全く一緒です。お見せしますとね、一緒なんだけど、こちらですね。そう。だから、全く一緒のやつですね。そう。で、数が違うだけね。で、これはですね、120粒で、1214円なんですよ。なので、これはですね、ちょっとね、こちらのね、大きいサイズよりも少し割高になります。若干ですけどね。そう。なので、できたらね、こっちを買いたいんですけれども、もう本当にこれ売り切れちゃうんですね。そう。特にナウフーズのやつはね、安いってこともあって、すぐに売り切れちゃうので、できるだけね、僕はその、売り切れがまたね、在庫があるっていう状況になったらね、すぐ買うようにしてるんですけれども、これがね、一つ僕が使っているマグネシウムになります。はい。で、それからもう一つはですね、今回ね、藤川さんがこちらのテキストで紹介されていたものなんですけれども、100% キレート化高吸収性マグネシウムということでね、こちらになりますね。そう。で、これはね、ドクターズベストっていうね、そういったところが出しているマグネシウムになります。で、これはですね、これはね、カプセルじゃないんですよ。これはね、なんていうのその、固形化したね、固めたやつなんですよね。わかります？そう、カプセルじゃないんですよ。で、これはですね、これもね、結構大きいんですよ。さっきのやつとちょっと比べてみましょうか。
さっきのね、クエン酸マグネシウムのカプセルがこっちね、と比べるとですね、結構ね、大きさは同じぐらいにね、大きいかなというふうに思うんですけれども、こんな感じですね。はい。で、こちらのね、今のね、紹介しているこのドクターズベストのマグネシウムの方はですね、この固形にしているので、この半分のね、こう刻み目線っていうかね、これが入っていて、半分に割れるようになってるんですね。なので、ちょっとこれ割ってみますね。ね、こんな感じでね、割っていただけたらね、飲みやすいかなとは思うんですけれども、ちょっと割りにくいなってのありますね、今ね。そう、今感じたんですけれども、これちょっと割りにくいですね。そう、僕はね、このまま飲んじゃうんですけれども、もしね、大きくてちょっと飲みにくいなという人はね、これは半分に割れるので、こういった形で、飲んだらいいんじゃないかなと思います。で、ちなみにこちらはですね、含有量がね、さっき紹介したクエン酸マグネシウムとはちょっと違っていて、こちらは1粒 100mg なんですね。なので 400mg だと4粒飲むってことになるんですけれども、このね、僕の買ったサイズでいくと、これ全部で240粒。で、これでお値段が2052円になります。で、そうするとですね、これね、1回で1日で 400mg ですから4粒必要なので、そうすると60日ですね。つまり2ヶ月持ちます。で、1月あたりに換算すると、1026円で、1日あたりに換算すると34円ですね。なので、こちらはね、毎日4粒で34円ということになります。なので、マグネシウムをですね、結構ね、どちらもですね、安価かなということを思いますね。こちらがね、若干高い方ぐらいで、400ミリに換算するとね、そうなんだけど、比較的ね、どちらもね、お安い、手頃なね、価格で、この入手できるんじゃないかなということを思います。で、こちらのね、マグネシウムのね、摂取量は、これもね、繰り返しになりますけれども、400mg から 800mg ということになります。で、これはですね、朝2錠、夕方2錠ですね。なので、こちらはですね、毎日ね、400mg だったら4錠飲むので、そうしたらその4錠をね、朝2錠、夕方2錠という形でね、分けて飲んでいただければと思います。で、こっちのね、クエン酸マグネシウムの方は3粒でね、400mg なので、そうするとね、朝1錠で夕方2錠とかね、にしてもらってもいいですし、マグネシウムはね、400mg から 800mg なんで、どうせだったら、こちらも4錠にしてもらってね、朝2錠、夕方2錠っていう形で、合計でいくとね、だいたい 530mg ぐらいですかね。そのぐらいになると思うんですが、それでもね、いいと思うので、そういった形で、取っていただければと思います。はい。ということで、以上がね、サプリメントのお話になります。で、次、入浴剤のね、お話いきたいと思います。で、マグネシウムはね、この経皮吸収がね、吸収率が良くて即効性があるということなんでね、こちらもね、紹介しておきたいんですけれども、今ね、ここに見えている2つがあります。で、1つはですね、エプソムソルト。で、もう1つがね、塩化マグネシウムってことになります。で、まずね、このエプソムソルトからね、ちょっと紹介したいんですけれども、僕ね、今回ね、このね、テキストで藤川さんがですね、塩化マグネシウムね、こちらをね、結構お勧めしてたんですけれども、それまでね、このエプソムソルトね、こっちを結構お勧めしてたので、僕はね、まずはこちらをね、試していたんですけれども、で、これね、一応ですね、中をね、ちょっとお見せしますと、ちょっとね、お見せするのに非常に見にくいのでですね、見えにくいと思うので、ちょっとコップにね、ちょっと入れてですね、ちょっとお見せしようかなと思うんですけれども、なんていうんだろう、白いサラサラしたね、状態のものなんですけれども、これね、エプソムソルトっていうのは、いわゆる硫酸マグネシウムですね。わかりますこの感じ。ちょっとこの漢字が分かっていただければ、それでいいんですけれども、そう、こんな感じですね。で、これをね、僕大体ですね、適当なんですけれども、このね、おさじ、このおさじもね、この中ついてるんですよ。この一袋につき、この中にね、これが入ってるんですけれども、これ大体ですね、僕3杯から4杯ぐらい、そのぐらい入れてね、お風呂の中にね、お風呂のお湯に入れて、使ってたんですけれども、こんな感じですね。そう、中身がこんな感じになります。で、これがね、一つありますね。で、こちらはですね、僕ね、使っていてね、あんまりね、効果っていう効果がね、肌感覚であんま実感がなかったんですよ。で、これは一体効果があるのかなみたいなね、そんなことをちょっと思ってたんですけれども、もう一個のですね、今回ね、紹介していたので、早速買って僕これ今試してるんですけれども、こちらのね、塩化マグネシウム。で、こちらもね、ちょっとね、まずはね、ちょっとお見せしたいんですけれども、ここにね、フレークタイプって書いてありますよね。で、これはフレークタイプと、今ね、エプソムソルトで見たような粉末タイプね、これ両方あるんですけれども、いずれでもいいということでね、僕はちょっとこのフレークタイプを買ってみたんですけれども、で、これもね、ちょっと中をお見せしたいと思います。これ必要なんです。ちょっとね、手づかみでいっちゃいますけれども、この
これもわかるかな、これも白くてね、ちょっと画面上ではちょっと見にくいかもしれないんですけれども、わかるこのフレーク状になっているのがわかるかなね。こういった形の、ね、こんな感じのフレーク状になったものですね。そう。で、これはね、別に粉末タイプでも、まあ、どちらでもいいっていうことなんですけれども、僕、ちょっとこっちのね、フレークタイプをね、購入して、で、これを今ね、お風呂の中に入れてます。で、これはね、もう大体ね、これちょっとフレーク状っていうのもあって、このおさじが使いにくいんですね。これはおさじ別についてないんですけれども、これがね、ちょっと、使いにくいので、もう手づかみでいっちゃってます。なので、もうほんと適当ですね。手づかみでどのぐらいだろうな、もう、普通にこう、パッてこう掴んだ感じで、まあ、このぐらいですね。このぐらいを3回ぐらい入れてますね。そう。なのでね、まあこれもね、適当に僕はやっちゃってるんですけれども、まあそんな感じでね、これを入れて、お風呂の中にね、入れて使ってます。で、これはね、エプソムソルトと違って、めちゃくちゃ実感があるんですよ、肌感覚で。っていうのはね、お風呂入った後にお布団入るでしょ。そうするとね、体がめちゃめちゃ暖かいんですよ。めっちゃポカポカしてるわけですよ。ね、これを使ってから。ね、なので、やっぱりね、この塩化マグネシウムのこちらの効果ね、これはあるなっていう、これはね、実感レベルでわかります。はい。なので、これはね、まあ人それぞれね、肌感覚が違うと思うし、まあどちらがね、自分にとって合うかっていうことがあるんで、自分に合う方ですね、エプソムソルトの硫酸マグネシウムの方が自分に合うのか、あるいはね、この塩化マグネシウムの方が合うのかっていうね、それはですね、もう、人それぞれまた違うと思うので、自分の好みに合った方をね、使っていただければと思います。はい。ということで、以上がですね、入浴剤のお話になります。で、次ですね、次はですね、肌にすり込む塩化マグネシウム水ということでね、これは、今回のね、藤川さんのテキストを読んで、僕がね、試しにこう作ってみたんですけれども、こちらになりますね。はい。で、ここにね、ちょっとラベルを僕、わかりやすいの、ように書いたんですけれども、塩化マグネシウム水っていうね、まあこういうふうに、こういったね、ラベルを作って貼ったんで、これでも一目瞭然ですよね。そう、なのでね、この100均の容器に、まあこのね、ラベルをつけて、あるんですけれども、これ中に何が入ってるかというと、このね、塩化マグネシウム、さっき言ったこのフレークタイプね、これを適量ですね、お水に混ぜたんですよ。お水に溶かして、で、その溶かしたお水をこの中に入れたんですよ。ね、もうただそれだけなんですよ。で、これをですね、例えば、今回のね、マグネシウム不足、カルシウム過剰マグネシウム不足の症状の、例えば、肩関節石灰沈着症ね、肩とか、首とか腕、の、あたりがね、まあ、痛いとか、あるいは腰痛ね、腰が痛いとか、あるいはこむら返りとかね、いうことで足が痛いとかですね、まあ、そういった方は、これをですね、患部に吹きかけて、で、それをすり込むというね、まあ、そういった風に使っていただければいいんじゃないかなと思って、僕はこれ作ってみたんですけれども、ちょっとね、試しに使い方やってみますね。例えば、僕のね、この腕がね、痛むということであれば、特にね、肩とか首とか腕とかね、高齢者がね、この特に冬場とか僕結構痛くなる人多いんじゃないかなと思うんですけれども、そうしたらその痛い患部のところに、例えばここが痛かったとしますよね。で、そうしたらそこに、これをね、まあ、吹きかけるわけですよ。まあ、こうやってね、まあ、3回、4回ね、まあ、吹きかけて、まあ、こんな感じでね、今、この辺吹きかけたんですけれども、で、そうしたらこれをね、こう、すり込むっていうね、もうこれだけです。もうただこれだけね。そう。なので、まあ、これをね、1日ね、これ毎日やってほしいんですけれども、まあ、テキストではですね、だいたい1日あたり、5、6回ですね。で、特にお風呂上がりね、お風呂上がりにこれをもうすり込むっていうね、のは非常に効果的ということで、なのでね、これをね、もしそういった痛みのある人ね、こむら返りだとか、このね、この辺の肩とか首とか腕周りが痛い人だとか、あと腰痛ね。まあこういった人にはね、もうぜひこれやってほしいと思います。で、このね、いいところはですね、やっぱりその入浴剤も一緒なんだけど、経費吸収がね、まあすごくこの吸収率が良くて、この即効性があるんですね。なのでテキストのね、事例で、これも授業でお話ししましたけれども、大体このね、すり込みをね、まあ1日5、6回やると。で、お風呂上がりにもやるっていうことで、2、3日でね、この痛みが完全に消えてしまったっていうね、まあそういったことを言っていたので、これはかなり効果が高いかなということを感じています。はい。ということで、今ですね、マグネシウムの3つですね、サプリメントで摂取するということ、そして、あと経費吸収の2つね、こちらをね、入浴剤として使うということと、あとね、このスプレーですね、塩化マグネシウムを溶かしたお水のこのスプレーね、これを患部にすり込むってやつね。で、この3つはですね、僕すごい効果があると思っていて、これなんでかというとですね、僕がね、今ですね、この冬場の時期は特に農作業のお手伝いに行くんですよ。で、その農作業のお手伝いに行ったところのおじさんとおばさんにですね、
まさにこのね、カルシウム過剰、マグネシウム不足の症状が出てたんですね。で、それは具体的に何かというと、おばさんにはですね、このね、肩とか首とかね、この腕周りですね、つまり肩関節切開沈着症ね、と、あと腰痛ですね、腰が痛いっていう、腰痛ですね。そういったね、ことを言われていて、で、おじさんの方にはですね、こむら返りね、これが起こっていたわけですよ。で、いずれもマグネシウム不足ね。なので、僕がですね、この3つをね、実践してもらうように、僕、それはね、マグネシウム不足だよっていうことでね、説明をして、で、今実践してもらってるんですよ。今ね、まさにね。そう。で、そうしたらですね、これもね、すごくて、特にね、やっぱりこの経費吸収ね、お風呂でのこの、マグネシウムの吸収と、それからこのスプレーね、で、このスプレーはね、やっぱり僕すごいと思う。これもね、自分でね、作っておじさんとおばさんにね、それぞれ一つずつね、あげたんですけれども、で、そうしたらですね、これもね、いろいろね、おじさんとかからお話聞くんだけど、その足の痛みが消えたっていうわけですよ。で、こむら返りもほとんど出なくなったということを言うわけですね。で、それはね、ちょっとね、おじさんとしてはかなり不思議がっていたんですよ。そうなんだけど、僕はね、これはね、マグネシウムがね、こういったメカニズムで働いてるから、治るんだっていうもう知識がありますからね、そういった意味での驚きはないんですよ。だけど、この効果ね、まだわずか、それやってまだ2、3日くらいしか経ってないわけですよ。ね、サプリメントはね、もう1週間から2週間ぐらいね、経とうとしてるんですけれども、あと入浴剤もね、入浴剤はもうちょっと前からね、試してもらってるんですけれども、これをね、2、3日前から、そのね、おじさんはね、その足にね、足の違和感のあるところにスプレーをし始めて、で、すでにこの、今まで感じていた痛みがないっていうわけですね。だから、このね、いかにこのマグネシウムに関してはね、この経費吸収の吸収率の良さと、あと即効性ね、これがあるかっていうことを本当に身をもって実感してるわけですよ。ね。身をもってというかね、おじさんとおばさんの身をもってっていう風な、表現が正しいんですけど、そんな形でね、もう明らかに効果が見られるんですね。そう、なので、ここはね、やっぱすごいなと思いますね。すごいなと思います。なので、これ、おじさんとかおばさんからすればね、不思議だろうなっていうことを思うんですよね。そう、僕はね、そういった不思議さではなくてね、なるほどなっていうね、改めてこう感心してるんですけれども、やっぱりすごいですね。本当にマグネシウムはすごいし、やっぱりその辺をね、詳しく書かれているね、これもやっぱりね、すごいですね。もう藤川さんのもう本当に本はどれも、やっぱり人をね、やっぱり人の痛みを救いたいっていうか、だから僕も、おじさんとかおばさんのね、が痛みを訴えているのを、やっぱり無視できないですからね。目の前の人がなんか苦しんでいたら、もうどうにかしたいじゃないですか。ね。なので、もうそういったね、痛みを訴えていて、僕はそれはね、やっぱり分子栄養学をやっているから、分子栄養学の勉強をしているからピンときたわけですよ。ね。もし分子栄養学の知識が全くなかったら、もう僕は何もしてあげられないですからね。それをね、治すことに関して何の助けにもならなかったわけで、そういった意味ではですね、僕はなんかこれやっててよかったなと思いますね。ね、目の前の、痛みで苦しんでいる人をね、その痛みを取ってあげるっていうことに自分がこう貢献してあげられたっていうね、もうこれほどの喜びないでしょ。ね。だから僕は本当にね、これやってよかったなと思うし、それはね、僕に言われたからってね、僕別に医者とかのね、権威があるね、お医者さんでも何でもないですから、そのね、僕の言うことをね、半信半疑であってもね、聞いてくれて実践してくれたね、おじさんとおばさんには感謝してるんですけれども、なのでね、今までね、自分の体を健康にするってことでやってきたんですけれども、周りの人の不調とか不健康をですね、健康にしていくっていうね、改善させていくことにね、こう自分がね、少しでもね、こう助けになるっていうね、そういった経験もね、やっぱり僕は嬉しいですね。もうそういう経験をさせてもらって、本当に僕も、なんか生きていてよかったなっていうかね、もう身の回りがだんだん生き生きしてくるのは嬉しいですからね。そう、なのでね、これはね、分子栄養学は本当に勉強していてよかったなということを感じてます。はい。ということでね、それがマグネシウムのお話になります。で、次3つ目いきましょう。3つ目はですね、ピクノジェノールっていうね、これはですね、僕のね、授業の第4回目のところでね、お話ししたんですけれども、で、これ別名ですね、フランス海岸症樹皮エキスっていうね、そういった名前なんですけれども、これがね、こちらのサプリメントになります。で、こちらね、ちょっとね、こんな感じですね。こんなサプリメントで、で、これはですね、またね、これちょっと繰り返しになりますけれども、欧米ではですね、現代最強の抗酸化物質と呼ばれているアンチエイジングサプリなんですね。で、この効果としては、このテキストでね、言われていた効果としては、活性酸素を防ぐとか、
血流を良くする。それから抗炎症作用。そして、コラーゲンの再生ですね。これコラーゲンの再生もあるので、高い美肌効果があるわけですね。あと抗酸化作用もありますからね。そう、高い美肌効果があるということで、これはですね、僕ね、結構このね、ナウフーズですね。ナウフーズで結構買うので、まずはナウフーズで、このピクノジェノールをね、iHub で探したんですけれども、もうね、売り切れなんですよ。で、それに加えてこのピクノジェノールっていうのが、かなりね、認知度が上がってきて有名になってきたっていうこともあって、もう売り切れなんですね。で、僕が買ったこれはですね、その中でも、ちょっと高いんですよ。高いのでまだあったんですよ。でもこれも今見たらもう在庫切れなんですよ。なのでこれね、今ね、在庫があってもすぐに売り切れちゃうんで、これを手に入れるのはね、かなりちょっと今難しくなってるなと思うんですけれども、これはちょっと高かったんですよ。で、ちなみにこれをね、ちょっと紹介しておきますと、これは、ライフエクステンションというところのものでですね、1粒 100mg で、それが60粒入ってるんですね。で、これはね、藤川さん曰く、1日の摂取目安は、60mg から 100mg ということなので、1日ね、僕、これ1粒飲んでます。ね、1粒で 100mg ですからね。で、ということはですね、これは60粒入ってるので、2ヶ月持つんですね。これ2ヶ月持ちます。で、これはね、ちょっと高くて、これを買った時にはね、これだけで7688円したんですよ。これすごくないですかこれ。僕ね、これ切った時驚いたんですよ。この小ささに。こんなにちっちゃいんですかっていうね。だってこれ僕買った時には7688円で買ってますから、相当ね、でかいやつが来るんだろうっていうね。まあそういった、勝手な想像をしてたんですけれども、もう来た時に箱を開けた瞬間に、あれこの箱何も入ってないみたいなね。そんな感じになりましたからね。そうしたら隅にこれがあったんですよ。そう。ちょっと大きな箱で来て、隅にこれがね、置かれていて、そこのとこちょっとこうやって開けなかったら、これ何にも入ってないんじゃないのみたいなね。最初思ったんですよ。なんで空箱が送られてきたんだろうみたいなね。そうしたらこれが隅っこに入っていて、こんなちっちゃいのっていうね、もうめちゃくちゃ驚いたんですけれども、ちなみにこれちょっと中身をお見せしますね。で、これはね、カプセル状になってますね。カプセル状で、まあね、このね、まあ、容器もちっちゃいんで、このカプセルもちっちゃいんですけれども、こんな形の、こんな色のやつですね。で、この色のサプリメントは僕は初めてですね。このなんていうの？この茶色っぽいやつね。そう。で、このピクノジェノールっていうのはさっきも言ったように、フランス海岸症樹皮エキスということで、フランス海岸症っていう、松があるんですよ。その松の樹皮から取ったエキスね。それが、フランス海岸症樹皮エキスということで、ピクノジェノールというふうに呼ばれてるんですね。で、僕はですね、このね、フランス海岸症って松がね、あること自体を知らなかったですよ。ね、そんな松あるんだみたいなね。まあ、その程度の人間がね、まあ、これをね、今回買ってちょっと試してみようかなって、ちょっと興味が湧いたんでね。そう、なのでね、今回ちょっと高かったけど買ってみようということで、買ってみたんですけれども、これをですね、ちなみにお値段ね、7688円でしょ。なので、これ1ヶ月あたりに換算すると3844円。で、1日あたりに換算すると128円。なので、今のカプセル1つが128円ね。なので、ちょっと高いですよね。これちょっと高いんですよ。そう。で、これはですね、ライフエクステンションがちょっと高いんですよ。そう。なので、ピクノジェノール自体が、まあ、高いっていうのはあるんだけれども、このメーカーのがやっぱ高いですね。このメーカーが高いです。でもこれしかね、もうあとなかったんで、在庫がね。そう。なのでね、まあ、あえてこれ買ったんですけれども、だからこれ例えばナウフーズで言うと、同じね、この 100mg60 粒で4486円ね。なので、もう大体どのぐらいだろう。もう下手したら半額ぐらいですからね。そう。なので、もうナウフーズのやつは人気で売り切れのことが多いということね。なので、まあ僕もね、とりあえずね、今回はちょっと興味をね、引いたという形で、まあなんとなくね、ちょっと試してみようかなっていうね、まあそういった気軽な気持ちでね、こちら今試しているので、まあ2ヶ月経ってね、まあどうなのかっていうね、そう、まあそこはね、まあどういうふうになるかなっていうことを自分でも思うんですけれども、まあこれをね、ちょっと一回今回は試しに使っております。はい。ということでね、一応こちらのね、ピクノジェノールもですね、概要欄にリンク貼っておきますんで、またね、興味がありましたらですね、こちらもご覧いただければと思います。はい、ということで、以上がですね、ピクノジェノールのお話になります。はい。ということでね、今回のね、フォーガムゼミのお話3つが終わったんですけれども、このね、こちらのちなみにテキストではですね、今回ね、サプリメントね、これはもうわかりやすくね、こういったね、サプリメントの容器の写真付きね、写真付きでもう分かりやすく、しかも摂取量ね、1日にどれくらい摂取したらいいかっていう摂取量などをね、
詳しく書かれているんですよ。ね、なので、ぜひね、こちら手に取っていただければと思います。で、今回ね、紹介したね、商品はですね、またね、概要欄にリンクを貼っておきますので、もしね、気になったものがありましたら、そちらからご覧いただければと思います。でですね、サプリメントに関してはね、iHerb っていうね、サプリメントの通販サイトがありますので、そちらで購入する場合はですね、僕のね、紹介コードを入力して買うとですね、5% ぐらいのね、割引が効くということになりますんで、もしよかったらね、そちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、お使いいただければと思います。はい。ということで今回はですね、商品の紹介ということで、テキストの中で言われていてね、私が使っている、まずヌチマウスですね。ヌチマウス。それからあとマグネシウムで、これはね、入浴剤のエプソムソルトとあと塩化マグネシウムですね。で、それからあとサプリメントね、サプリメントナウフーズのクエン酸マグネシウムと、それからこっちの 100% キレート化高吸収性マグネシウムですね。こちらの紹介。そして、あとこれですね、塩化マグネシウム水ですね。こちらの紹介。で、それから最後に、こちらのピクノジェノールですね。こちらのサプリメントの紹介をしてきました。はい。ということでね、次回のね、もう一つのね、放課後ゼミですけれども、そこではね、今回このテキストを読んで私が感じたこと、考えたことね、こちらをお話ししますんで、そちらもね、合わせてご覧いただければと思います。はい。ということで今回は以上になります。じゃあまたね。はい、今回のね、おまけはですね、私のですね、ちょっと使っているね、サプリメント用のチャック袋っていうね、こういったお話をしたいんですけれども、僕ですね、例えばね、泊まりがけで遠出をするときね、例えば出張であるとかね、ちょっと遊びに行くだとかっていう形で、泊まりがけで、ちょっと遠出をするときね、そういったときにはですね、さすがにね、サプリメントをね、飲むって言っても、これごと持っていけませんからね。そう、なので、そういう時にはね、僕はどういうふうにサプリメントを飲んでいるかっていうことなんですけれども、これはですね、あらかじめね、こういった形でちょっと準備をしていくんですよ。こういった形で。ね、チャック袋にこういったね、朝用サプリとかね、朝のサプリとかっていうふうに書いて、で、あらかじめね、朝飲むサプリメントをこの中に入れておくんですよ。で、こういった形でですね、僕はね、朝、昼、夜っていうふうにつけるんですけれども、朝と昼と、あと夜ですね。夜って書いてありますけれども、夕方のやつね。で、この朝、昼、夕方の夜のサプリメントで、それぞれね、どういうものを飲んだらいいかっていうことで、これ、あらかじめこれ準備していくんですよ。そう。で、こうやって持っていけばですね、わざわざこういうね、でかいやつね、これを持っていく必要がないですからね。そう。なので僕はこういう風な形で、チャック袋にね、入れて、で、これを大体どのぐらいだろうな。例えば2泊3日で、遠出をするんだったら、ちょっと余裕を持ってね、4日分ぐらいですかね。4日分ぐらいこれを準備していくんですね。で、そうするとね、そこで何かを食べた時にね、食後にこれ飲めますからね。そう。なので、そういった形でね、サプリメントは、遠出をするときに持っていくようにしてます。で、プロテインに関してはね、今のところちょっと持っていくのは難しいなというふうに思ってるんで、そこはね、ちょっとプロテインはね、その時には飲めないということになるんですけれども、サプリメントだけはね、こういった形でしっかりね、持っていくようにしてます。なので、泊まりがけでですね、遠出をする人ですね。で、その時にね、ちょっとサプリメントどういうふうに持っていこうかっていうことをね、悩んでいる方はですね、こういった形にしておけば、場所も取らないしね、非常にこのスムーズに飲めますからね、いちいちそこで、カプセルから取り出しっていうこともね、やらなくて済むので、簡単にね、朝は朝という形でね、明らかにわかりますからね、これね、朝のサプリって書いてあるんで、じゃあこれを飲めばいいんだなってことでね、何も考えずに、摂取できますからね。なのでそういった方はね、こういったものを参考にしていただければと思います。はい。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。